皆さんこんにちは。今日はですね11月の終わり頃になるんですけれども、もう標高の高いところはですね紅葉も終わって、今里にね降りてきたんですけれども、だいぶ晩秋チックになってきたなという感じですね。ただここ2ヶ月ぐらいずっと撮影を続けていたので、なんかねすごく慌ただしかったんですけど、今ようやくちょっと冬の手前のね 1,2 週間はねスローダウンした日々を過ごしているんですけれども、今日はねそんなスローダウンした、こんなムードでこの里の風景をね撮っていきたいなと思います。最近結構冷えることが多くなったので、朝もやもあったりとかねするんですけど、ちょっとねこのもやを、絡めた里の風景というところで、田園地帯があったりとか、小屋があったりとかね、人の暮らしが見えるようなもの、そういったものを中心に今ね撮影をしています。今目の前にはねかなり広いね田園地帯が広がっていて、奥には農機具合があったり、電信柱がずっとね続いていたりとか、あとは針葉樹のね、杉の林があったりとかするんですけど、そういうのもねすごくこの日本らしさがにじみ出ている風景なので、こういったものをねちょっとこの朝のムードと絡めて撮っているところですね。今回はね割とワイドな画角で65対24というね、GFX の中にある広めの画角なんですけど、これをね中心にちょっとね撮影していきたいなというふうに思ってますね。結構好きな画角なんですけど、今日はちょっと限定して、この広めの画角でいろいろと撮っていけたらと思いますのでね。ということで今日一番最初に撮れる写真たちはこんな感じです。去年たわわに実をつけた柿の木、今年は休息期でしたが、田園の静けさの中で静かに佇み、何かの訪れを待つような姿でした。春と秋に見ることのできるこのような断節、この時期ではまだ少し遠くにある厳しい冬の存在を感じさせます。田園地帯をですね流れるこの小さなね小川の音なんですけれども、ものすごくね歩いていていろんなところから聞こえてきてね心地いいですね。この幻想的な雰囲気とすごくマッチしているっていうのもあるんですけれども、今ちょうど目の前にまた段々のね田んぼがあるんですけれども、その先にね小さな集落があって、もやの中にねちょっと溶けているような、そんなような感じですね。で遠くの方に向かって電信柱が続いていくんですけれども、それもねまた、どこにねこの線がつながっていくのかというようなね、ちょっと不思議な気持ちにさせてくれるような、そんな光景なので、ちょっとねここを、撮っていきたいなと思います。ちょっとずつ青空見えてますけれども、まだまだ、もやがね漂っているので、引き続き撮っていきたいと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。ちょうど田園地帯のね、奥の方にね小さな集落があるんですけれども、そこにねもやがね漂ったりしていてね、すごくね幻想的ですね。なんかこう非常にこの集落のね住宅の色というんですかね、昔ながらのこう家屋というか、すごく落ち着いたトーンの、赤だったりね、青だったり、この日本のねこういった雪国っていうのはかなり落ち着いたトーンで、こういうものがすごく風情があるなと思って、この終わりきったね田園地帯の奥に佇む、スローな時間が流れている集落の様子っていうのをですね今ここでは撮っていますね。本当にこう季節感ってあんまり若干紅葉残ってるけど季節感はあんまりないんですけれども、ただそれがゆえにねこう素直な、この村のね、雰囲気っていうかそういったものをね感じられるので、ちょっと引き続きこういったところも撮っていきたいと思います。時々太陽がね顔を見せたりしていい光が入るので、そういった光も使いながら撮っていきたいなと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。
今ちょうどね雲の隙間からね太陽の光がね一気に入り込んできましたね。今まではねちょっと落ち着いた光に乏しいようなね、マットな感じだったんですけれども、やっぱりねこう光が入るとねかなりね周りの残った紅葉たちがキラキラとね輝き始めますね。今カラマツがねすごく綺麗だったので、その他にもねまだ少しだけ残ってる広葉樹がねあったりしますので、そういったものをね含めて撮っています。あとは針葉樹林のねこう山並みがねすごく綺麗で、そこにもやがね隙間に入り込んでいたりするところもですね、綺麗なので、そこの隙間にちょっとこう鉄塔が立っていたりとか、そういった人工物もちょっと絡めながらやれたらいいかなというふうに思うので、この光をね活用して、サイド光でね入ってくるような形で活用しながら、ちょっとこの、風景を撮っていきたいなと思います。本当に綺麗ですね。太陽の光が入るにつれてちょっとずつもやもね取れてきて、幻想的な世界がね徐々に減っていくんですけれども、まだまだ少し残っているところもあるので、あとちょっとだけね、楽しめるかなと思うんですけれども、いい光でしたね。ということでちょっとこの光をね使いながらいくつかね撮っていきたいなと思います。こちらで撮れる写真たちはこんな感じです。山々を漂う霧が少しずつ薄れていく中で、まばゆい光が杉林を貫きました。想定外な光景でしたが、自然が生む一瞬の芸術にとても感動しました。今すごく綺麗なね光がね入り込んできましたね。持続的にこうもやはね漂っていて、霧の幻想的な世界なんですけれども、時折こんな感じで、雲からねいい光が入っていきます。ちょうど目の前にね大きい2本の木があるんですけれども、一つはね、白樺ですね。ちょっと葉っぱがまだ残っているところにね光が透過してキラキラと輝いていて、本当にその2本の佇まいがねすごくね落ち着いていて綺麗ですね。その後ろに杉並木がねあるんですけれども、これがまた里山らしさをね出してくれますし、ちょうどその左奥には集落が、ひっそりと佇んでいるような、すごくね美しい村の様子なので、そこに光が入ってきたところをですね今、撮影してます。この辺は田園地帯ではなくて、普通の畑になるので、ちょっとこう土の様子というかね、草が生えていたりとかソフトな印象を与えてくれるので、それもね含まれるとすごくね優しい風景になるかなと思いますので、ちょっとこの地面の様子もね入れていきたいなというふうに思ってます。あっという間にね雲に隠れてしまうと光がどっかに逃げてしまうんですけれども、引き続きちょっともやもまだ漂ってるし、太陽も持続的に出てくるので、撮影は続けていきますが、動画では、こちらの写真を持ってね終わりたいと思います。こんな感じでちょっとこの季節の狭間、秋から冬にかけてってちょっとスローな時期があってですね、本当に好きな季節なんですけれども、あと1週間ぐらいはですね少し標高を下げた、自分の身の回りの風景というものもですねちょっと撮影していきたいかなというふうに思います。そんな中のワンシーンということで、ちょっと今日は動画を収録しましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ということで次は雪景色からまたお届けできればと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。冬の、撮影のフォトツアーですね、まだ若干空きがありますので、ご希望の方はですね概要欄にリンクがありますので、どの日に違えてるかっていうのも書いておりますので、興味のある方はぜひご参加いただければと思います。また2026年のカレンダーも販売中になっておりますので、そちらもぜひ購入していただければと思います。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。広大な畑に残された大根たち。この時期は霜が降りたり雪が降るので、農家の方もとても忙しそうでした。それぞれの季節において人々の営みが風景を変えていく光景もまた素敵だと感じます。耕された畑から立ち上るもやの中、一本木が里に訪れた秋の終わりへ静かな余韻を残していました。